なんか見たことないものが見れる。かわいい。ありがとうございます。かわいい。こんな感じになりました。体綺麗に見えるシルエットのこだわりはやっぱあるなと思いました。はい、こんにちは、シュトレイです。大阪編でございます。ちょっと面白いとこ、北堀江。そう、なんかね、どちらかっていうと住宅街みたいなとこなんですけども、ここにいいお店があるとフォロワーの方に聞いたんで来てみました。古着とセレクトらしいんですけど、私も行ったことなくて初めて行くんですけども、こちらになります。ドーン、ルートさんです。今回はですね、ショップの人には天の声として参加してもらいたいなと思っております。スタイリングもでもやるんでしょ？やるの。3つは私、1つはあきっぴのスタイリングだぞ。思いもよらないの来るからね。行きましょう。改めましてなんですけど、自己紹介お願いします。はい、ルートの野崎康平です。よろしくお願いします。お願いします。同じく野崎ゆきです。よろしくお願いします。夫婦で営んでられるということで、早速なんですけど、はい、このルートさんっていつからできたんですか？はい、今年の2月からなので、もう少しで1年経つという、うちのコンセプトはヴィンテージからデザイナーズまで、ジャンルレス、タイムレスに提案するマルチセレクトストアっていうのを一応コンセプトに。特徴的なのは内装、すごいこだわりがございます。このアーチは何でしょう？ちょっと空間を分けたいなと思って、この辺に壁があったら奥行きも出ていいなと思って、じゃあ古着から見ましょうよ。古着から行きましょう。この辺が古着エリア。どこら辺とかで選ぶ基準とかってあるんですか？基準は、一応素材とデザインと、あとスタイリング組んだ時とかにどういう風に入るかっていうところは一応イメージしながら買い付けるようには。アメリカもの、ヨーロッパもの、あと日本の古着とかもちょこちょこはありますね。でも割と手入れに使いやすそうな感じのものが多かったりとか。ありがとうございます。これとか結構素材変わってますね。そうですね。シルクが多分90何パーと、あとその他素材みたいなのが入ってるんですけど。すごい面白い織りですよね。そうですね。シルクの織りそもそもそこまで見たことないのと、糸の色とかも面白いですし、ね、ボタンも黒蝶貝っていうお高いボタンよ。使ってる。値段で言うのもどうかと思うけど、でもそれが一番分かりやすいわ。いつくらいなんでしょうかね、これね。でも多分そんな古くなくて、90年代ぐらいで、ブランド自体も古着でちょこちょこ見るチコズデザインっていうブランドなんですけど。チコズデザイン。あ、今日の服に合うやん。色が。シャツジャケットみたいな感じだね。そうですね。それぐらいの感覚で、全然その上からコートとかも着れるぐらいの分厚さなので。確かに。あとシルエットも今っぽいですね。ちょっとドロップしてる感じ。もうでもこれもスタイリング組んであるよ。ほら。これどうなってんだ？こうジャケットとシャツの上にちょっとシャツカーディガンみたいなやつを。ちょっと変わったカーディガンみたいな。そうですね。こういう変形カーディガンの上にレース。はい。ああ、この色合い可愛いね。ちなみに着るやつはこれ。こちらで。おお。早速引き当ててしまいました。はい、これをスタイリングその1。その1。じゃあ着てみたいと思います。はい、お願いします。こんな感じになりました。かわいい。ありがとうございます。かわいい。新鮮。なんかちょっとおじさんっぽいっていうか、おじさんスタイリングってあんましないから新鮮なの。でも色使いがめちゃめちゃ秀逸。例えばこのままだとさ、なんかすごいシンプルな人じゃない？ただ普通したら、じゃあちょっと何シャツでもちょっと色入れようかなってこうなるじゃないですか。もう一発入れようかなっていうこの紫、すごくない？あと素材、コーデュロイでちょっと厚めな素材な分、透け感やねん、透けてあんねん、透けてあんねん、暑いんだろうか寒いんだろうかよくわからないねっていう感じが大好き。これとかもレザーなの。シワ加工ちょっと入ってるレザーなんですけど。しかもなんかデッドストックでしょこれ。ブランドは一応ハイっていうブランドなんですけど、一世三宅とあとワコールの共同のブランドで、テーマがスポーツなのでレザーなんですけど、結構その動きやすい。しかもなんかね、ちょっと嬉しいなと思ったのが、5万6千、まあそれくらいするかって思ったら1万7,900円だった。あれみたいな。当時買うより安く。あとカーディガンの形がデザイナーズにも見えるし、なんかちょっと和っぽくも見えるってか。先ほどおっしゃってたみたいにシンプルなスタイリングになっちゃうっていう時とかに1個こういうのが入るとおしゃれになるというか。これとかすごい柔らかい。
そうですね、生地モヘアなんですけど、アケピの好きな生地ね。肝この人肝好きなんですよ。なぜならば雰囲気イケメンになれるからね。わかりやすいです。ぼやーってしてると雰囲気イケメンになれるから。これもちょっと不思議じゃないですか。網がなんか不思議。そうですね。なんていうの？模様があるとかちょっとクロシェっぽいんですけど、他の部分はちょっと立体的な感じの、袖がフレアになってて、フレアになってでボリュームも袖先にかけてこうボリュームがあるような。ここまで10、ここから20。それもブランドは J. クルーなので。J. クルーなの？実は J. クルーさんどうしたの？シェイクルってどんなブランドなんですか？カジュアルなアイテム、サバっていうか、ギャップのお兄さんみたいなでも本当そのラインにいる。なんか見たことないものが見れる。これとかも可愛いよ。これも母のプリントっていう意外性が面白くて。確かにアニマルフリーな人なのかな。かもしれないです。究極だね。ジャンフランコ・フェレ。ジャンフランコ・フェレ。はい。ジャンフランコ・フェレ。はい。夏い。ちゃんとデザイナーズで。そう、どちらかというとマダムな感じだったよね。そうですね。着方で全然変わるね、これね。変わりますね。マダムブランドにもなるし、今っぽくもなるしっていう。これもちょっとマオカラーっぽいとか中国っぽくなるの？そうですね。絶妙なネックの高さなんですけど。あとこれ何？ダウンだ。リバーシブルです。リバーシブル。はい。こうやって見るとちょっとエレガント見えするじゃないですか。僕アウトドアじゃない？すげえ、全然雰囲気変わる。なんか近くにあると服好きな人っていうのが分かるやつだ。っていうクセ強しが来たぞ。この立体的な刺繍全部刺繍。しかもボタンもなんか岡本太郎とか好きそうな感じ。アメリカのブランドで、なんかこう黒地にこの色で刺繍するってなかなか面白いなっていう。ないですよね。ここら辺とかどうしたんっていう感じなんですか。いくらでしょう38くらいしそうじゃない？1万7900円。おー、ありがてえ。これを粉合わせもよくない？チャークロで紫ちょろっと出てますみたいな。あとは謎羊それ結構分かれますね。羊と狼とか犬系。太くない？太ってない？太ってるんですけど顔がどっちか分からない。栄養状態が良かったのかな。でもなんかこの微妙ながら嫌いじゃない。なんならちょっと好き。これもいい素材。ヌバックの。ヌバック気持ちいいよ。ジャケット割とショート丈と、あとちょっと首高いやつ多くないですか？さっきの。そうですね。なんかこれでした。これでした。実はすいません、戻そうとしたそれです。おっとみたいな。じゃあこれで着てみたいと思います。はい。こんな感じになりました。これはそれぞれどんな感じですか？はい。コートが、うちでセレクトしているショータ檜山というブランドの今年の秋冬で3シーズン目の。若い人がやってるんですか？そうですね、30代前半ぐらいの方が。なんかでもほらこのデザイン結構凝ってるじゃないですか。変わってる風に見えるじゃない。だけど素材がめっちゃ大人なのとめっちゃ軽い。そして中が先ほどのジャケット、そうですね、古着のヌバックレザーのジャケットで、今こんな状態で全止めしたらこんな感じなんですけど、でここにちょっとブライジにしてます。ただ浩平さんのおすすめはこれぐらいで中のちょっとニット色見せてちょっとっていう感じで。なるほどなるほど。ジャケットが結構こう裾絞ってるので、絞って着るとちょっと武骨な感じになる。男の人のシルエットですよね。そうですね、男性のシルエットになるんですけど、そこで女性っぽくなりますね。パンツがやたら綺麗なんですよ。これも古着ですね。はい。足長ないけど。私足長くないですか？しかも中もね、カシミヤのほわほわ着てもらってんねん。でも古着ですね。靴もなんか面白いね。日本のラポシュという日本製にこだわってるブランドさんで、その上質なんですけどちゃんとそのファッションのデザイン性、ヴィンテージに合う女性らしいデザインの革靴っていうのを結構テーマに靴作りされてる方で、特に大人の女性の場合全部古着にしちゃうとしんどくなる時あるから、靴とか1個だけは新しい方がバランスが取りやすいなと思う。また巨人軍みたいなの出てます。そうですね、配色完全に巨人軍ですね。
このレザーのジャケットも柔らかいし可愛いよ。しかもキルティングっぽくなってる、一瞬ライダースかなと思ったんだけど、なんていうの、バルーンな襟だからちょっと違うの。これが気になった。ロングスカート。そちらがパンツとスカート別々なんですけど、あ、なるほど、そういうことか。レイヤードしてて、スカートだけだとちょっと重くなったりとか、マダム感出るけど、これで一気にモード感出るね。そろそろ来るんじゃないですかね。なんかね、この並びからそろそろ私お呼びかかるんじゃないかなって思っておるんですけども、これカジュアルなのもありますよと。でもなんか謎のテニス柄っていうね。今じゃない柄ですよね。そうですね。ねえ。おお、可愛くない？この赤効いてますね。そうですね。その赤ないとちょっとなんかおじいちゃんっぽくなるんですけど。確かにちょっとあるだけで全然違うね。こういうスポーツミックスの組み合わせもってことですか？あ、そうですね。なるほどなるほど。あ、ちょっとフレア、これ若干フレアよ。はい。トラックパンツなのに。しかもナイキだこれ。ナイキです。ナイキでこんなの出してんだ。可愛いじゃないですか。可愛いじゃないですか。やっぱシルエットにもこだわってるんですね。なんか、それは感じました。ありがとうございます。体きれいに見せるシルエットの服やっぱ多いなって思います。ちょっとツイードっぽいのもありの。ツイードなのになんか学生っぽいシャツの合わせをするってあたりが私好きで。こういう時はブラウスでしょっていう時にシャツでございますっていう。そうですね。この合わせいいですね。パンツも着れそうじゃない？フレアなシルエットで。ねえ、よい。ちょっとカチッとちょっとでか肩パッド入ってんのか。ちょっとパワーショルダーな。これも面白い。なんか面白い形になりそう。ちなみにこちらでございます。じゃあちょっと行ってみたいと思います。じゃーん、こんな感じになりました。新鮮、なんか何スタイルと言っていいんでしょうかっていうぐらいにいろんな要素が入ってるというか。そうですね。ジャケットは80年代のベルサーチなんですけど、だからこのパワーショルダー。そうですね、パワーショルダーで、で、中はプレッピーな感じのニット、ケーブニット入れて、で下スポーツレザーのデザインに効いたラポッシュの靴を、ジャケットの色とサイドをずらした紫と、うまい。あとラインっていう、そうですね、いろいろ込み入ってる。でもやっぱりなんか体きれいに見えるシルエットのこだわりはやっぱあるなと思いました。なんかやっぱ綺麗じゃない？なんだかんだでっていう。パンツも綺麗、サイズちょうどいいし。でここの2ラックがセレクトなんですけど、どんなブランドが置いてあるの？アパレルは基本的に国内のブランドでユニセックスのブランドになってます。ここからここまで一緒？そこからそこまでが同じブランドで、翔太檜山さん。翔太檜山というブランドですね。このジャケットが地層をイメージして、地層、こういうウェーブ、そのウェーブが、地層のその境の部分ですごいなんかこの抽象画っていうか、こんな感じだったりとか。デザイナーさんご自身で描かれた絵を、そうなんだ、プリントされていて、オリジナルの生地と、あと縫製もデザイナーさんが塗ってはるんですけど。そうなの？そうなんですよ。一応縫製工場でブランド始める前にお仕事されて、で修行した後にブランドを作って今の自分で塗ってはって。凝りすぎた無駄に凝りすぎたジャケット、なんかもう木くるんじゃないかっていうね。この生地もデザイナーさんがご自身でチクチクした、作られてて、コーデュロイとデニムなんですけど、もう執念を感じますよ。そうですね。多分ここら辺くらいでさ、やめとけよかったって思ってる。絶対そうなる。もういいかな、でもなみたいなぐらいの。後ろは諦めた。諦めたか分かんない。バランスで。バランス。でもすごい重くなっちゃうからね、これやると。そうですね。でこっちは？ここがパムという直営が渋谷と名古屋にあって。最初ホームウェアからスタートしたブランドで、その辺がパジャマ、もうパジャマ感ないんです。外にでもそのまま外出ていきたいぐらいの、そうね、あなたの好きそうな、一番買ってそう、このふわふわ、この曖昧柄、いい、この曖昧であればあるほどいいと思ってるから。曖昧いい、曖昧いい、網が違うんだ。切り替えてて、こだわり、ここもこだわり。こだわりは結構詰まってますね。でも私こういうの好きです。ニットでちょっとスキッパーみたいな。なんか古着っぽい感じもありますね。いいね。なんかロゴの書き方もなんかスポーツっぽくて。確かにちょっとスポーツウェアをニットで作ったみたいな感じ。意識してますよね。ね、こっちもさ、なんとなくスポーツなんですよ。
スポーツのをニットで表現しましたみたいな。面白い。で一応メンズラックもこういう感じでございますよというところです。古着。古着です。あけっぴはどれなのかな。あけっぴはそっかどれなのかな。そうよ。あなたのターンよ。あなたのターンよ。さあどれになるんでしょう。どれになるんでしょう。そしてあけっぴちゃんはディテールに気づくかな。私のアンミカマリのコメント期待してるよ。こういうのとか。うん。語彙力どこ行ったの。まさかこれじゃないですよね。それではないんですね。ではない。でもディテール細かいね、ここら辺肩周りとかもね。面白いです。ちょっと面白いっぽい見え方。騙し絵みたいな。そう、なんだみたいな。これとかじゃない？いや、ドゥキーじゃない。いいね。サッカーっぽいか。なんかスポーツとジャケットテーラード。はい。ジャケットが結構多いっすよね。今そうですね。ちょっとたまたまもあるんですけど。確かに確かに。はい。どちらでもないんです。違う。違うんかい。違うんかい。でもジャケットじゃない気するな私。これこういく？僕そこに行きました。おお。はい。MA。明智さんが逆にそんなに着なさそうなやつ。はい。はい。はあ。あんまり普段は着てない。着ない。このオレンジ着てない。じゃあお願いします。へへーへーおしゃれボーイおしゃれボーイ。もはや明智ではないって感じかな。うん。なんかすごい意外。でも悪くない。パンツが思ったよりも履くと馴染むもんだね。そうですね。結構癖強いのかなと思ったけど。綺麗ですよ形も。ねえ。あとこれあれなんだよね。重ね着してる風のヤンキース。これがつながってんだよね。はい。ここから足されてる。足されてる。スタイリングしてもらわないとたどり着かないですね。これは。この境地来ないですね。あとなんかあけっぴだったらもう2サイズくらいでかいジャケットにしてしまいそう。それをあえてのこの大きさ。うん。こっからのこんな感じです。そうねそうねそこだけ少し白いみたいな。何お尻見せてるの。こうやって後ろ姿ね。ああなんか派手ななんか。何？好きねえ明智さんっていうこの感じ。いい最高でございます。じゃああとはこうセレクトだとメガネがあったりとかカーニーかなカーニー選ぶあたりが2ですね。あとはアクセサリーとかがあってこれはどんなブランドなんですか。サードリーズっていうアメリカのブランドになります。へえ可愛いね。そうじゃないですか。ね櫛みたいなアフリカの人の櫛みたいな頭に刺すやつ。デザイナーさんがもともとインテリアのデザインをしてらっしゃって、そこからインスパイアされて。へえ。これとか櫛。あと指輪とかもちょっと変わって穴開いてるみたいな感じ。へえ面白い。でファクイ私の好きな靴下ファクイ食べたい割と好きなんですよ。昔伊勢丹ファクイシュトーレでトリプルコラボでなんか何作ったんだっけ。あ靴作ったんだ。それ忘れてるんですか。なんでって一番じゃない。いろいろ作ってるから私その時何作ってるかなみたいな。バッグだっけ靴だっけみたいな。でゆかりあるじゃない。そうそれもあって好きなんですよ。どうでした？いやなんか大阪の店全般に言えることかもしれないけど、提案力がすごいなって思った。これとこれを合わせるとか、あと着ないとわからない服とかがいっぱいある、シルエットはすごい秀逸だなって思った。なんか一個一個選ぶ理由がちゃんと見えてるからすごいなんかクリアな感じがする。色使いで一番私は好きだったのはファーストリック。緑紫みたいなのは自分じゃしなさそうって思った。皆さんじゃあどれが気に入ったかコメント欄に書いておいてほしいですね。ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。明智って書くと喜ぶと思うんで一応言っときますそれではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。